こんばんは、ベルベル人の青木です。これからご紹介する商品は、1月12日夜21時にアップされる商品になります。今回あった、3連休でベルベル人の方でスタイリストの森俊介さんとポップアップを開催しておりまして、お店に、ちょっと短い期間だったのでお店に来れなかった方とかのためにも、ウェブストアの方に20点アップさせていただくことになりましたので、商品紹介の方を始めさせていただきます。詳しいことは下の概要欄に貼っておりますので、そちらの方をチェックしてみてください。まずはじめに、ベルベルの商品ですね。タンクトップ、スポーツ、バスケットユニフォームですね。チャンピオンタグのメキシコ製になります。でブルズの23番ですね。ということはマイケル・ジョーダンになります。はい、サイズがですね、ちょっと薄れて読めないんですけれども、まあラージぐらいあるかなと思います。スニーカー好きの方とかはね、このパーカーとか着て、この上に、その上に、このジャージ着ていただいたりとかして、ジョーダン履いてみたいな感じでもかっこいいんじゃないかなと思います。こちらの方でお値段の方が 12,800 円に消費税です。続いてもチャンピオンですね。青タグの USA 製 XL 表記で、グレーボディにね、紫のラバープリント3段ですね。若干こう今ひび割れてきてて、これからもっと割れていくんじゃないかなみたいな感じです。でバックは、無地ですね。全体的にコンディションはすごくいいと思います。サイズも XL でゆったりと着れそうないいサイズ感ですね。こちらの方でお値段が 6,800 円に消費税です。続いて、タグがチェンジスになります。いいタグですね。で、XL 表記になります。ネイビーボディに、スヌーピーのキャラたちが、プリントされてます。はい。でちょっとバックのところですね、ちょっとブリーチ飛びがところどころあるんですけれども、プリント自体結構珍しいものです。サイズも XL で僕でもゆったり着れるすごくいいサイズ感です。こちらの方でお値段 7,800 円に消費税です。続いて 80s のステューシーですね。タグがこちらになります。サイズ表記がラージ表記で、ネックのリブの部分が、こうボーダーになっていて、でポケット付きの胸ロゴに刺繍でステューシーのマーク入ってます。でバックは無地ですね。はい。サイズ表記ラージで、もともと作り大きいんで、形もすごいボックスシルエットなのですごくいいサイズ感で着れます。ワンサイズアップぐらいな感じで、思っていただければなと思います。実寸で XL ぐらいですね、大体。こちらの方でお値段が 12,800 円に消費税です。続いてスペシャルだと思います。タグはついてなくてプリントのタグになりますが、コピーライト2009ですね。でパラマウントピクチャーサイズ表記が、ラージ表記で、こちらシャッターアイランドのムービー T シャツになります。でバックは、プリント入ってないんですけど、ちょっと脇からねこうはみ出る感じで入っております。僕個人的にはシャッターアイランド初めて見ました。年代自体は新しいんですけれども、物の出てる数はもう全然見ないですね。正直めちゃくちゃ興奮しましたね。でサイズもラージで年代も新しいので、ゆったり着れると思います。はい。デカプリオ好きの方はぜひこちらの方でお値段が 29,800 円に消費税です。続きまして、こちらもスペシャルのムービー T です。タグは、取れちゃってるんですけれども、アンタッチャブル映画ですね。87年頃ですかねの映画で、コピーライトもしっかり入っていて、袖の方に、パラマウントの75周年ですねのプリントも入ってます。でバックは無地のタイプで、ギャング映画ですね。デニーロとかも出てるギャング映画でお好きな方多いと思います。サイズも実寸で M ぐらいですかね。ちょっと僕着るとぴったりするかなと思うんですけれども、はい。着れる方にはぜひ着ていただきたいと思います。ギャング映画なので逆にこう文字だけみたいなプリントも黒白でかっこいいですね。こちらの方でお値段 39,800 円に消費税です。続いてストーンズですね。タグがちょっとこういった感じになっちゃって、もう何のタグがついたかわからないんですけれども、ストーンズの、ブードゥーラウンジの、ブートですね。ブートの T シャツになります。もう両面ブートらしい感じで本当に豪華なプリントになってます。サイズが、表記がちょっと読めないので、あれなんですけれども XL ぐらいありますね。僕でもしっかりゆったり大きく着れます。こちらの方でお値段 19,800 円に消費税です。
続きまして、ディズニーですね。タグがこちらになります。で、サイズ表記がちょっと薄いんですけども L 表記で、ミッキーのですね、結構サブキャラになるんですけども、昔のアニメーションとかでも出てた、牛のちょっと名前忘れちゃったんですけど、牛のキャラクターになります。で、しっかりコピーライトも入っていて、バックは無地ですね。ちょっとサイズ表記が L なんですけれども、実寸小さめです。結構古いボディなので小さめになっちゃってると思います。ミディアムぐらいかなっていうサイズ感です。僕だとぴったりっていうか、もうちょっと着分けが足りないので、小柄な方や女性の方は着ていただければなと思います。こちらの方でお値段7800円に消費税です。続いて AT ですね。こちら左の方にレジスターがついているので、80年代のチャンピオンのアウタグで、サイズ表記はミディアムです。で、霜降りの無地ですね。両面無地、一番着やすいのかなと思います。サイズミディアムなので、僕着たらちょっとぴったりするサイズ感かなとは思いますが、全然着用はできます。特に穴とかもないので、状態もいいと思います。こちらの方でお値段が6800円に消費税です。続いてタグは取れてしまってますが、プリントイエールですね。イエール大学のスウェットになります。コピーライトも入っていて、89年のものですかね。で、白ボディでイエールで、バックの方にも入っちゃってます。ブルドッグイエール、両面イエールですね。サイズ表記あるとすればラージぐらいかなと思います。こちらも方でお値段が6800円に消費税です。続いてリバースウェーブですね。トリコのスモール表記グレーボディで、エンジとホワイトの、プリントでラバープリント1段アーチで、ひび割れの雰囲気もすごくいいです。ちょっとお腹の部分見やづらいかもしれないんですが、ちょっとここら辺に薄くですがシミがあります。バックは無地でちょっとシミあるんですけれども、特にダメージとか見当たらなくて状態はすごくいいと思います。サイズスモールなのでちょっと僕には入らないサイズかなと思いますが、小柄な方や女性におすすめです。こちらの方でお値段が12800円に消費税です。続いて刺繍ですね。刺繍タグのラージ表記スモークブルーの目付きになります。バックは、無地ですね。全体的にすごくコンディションいいんですが、細かいところではありますが、左袖の後ろの部分にちょっとした薄汚れがあります。サイズもラージで、僕でもゆったり着れるいいサイズ感です。はい。こちらの方でお値段が15800円に消費税です。続いてもリバースですね。こちらはトリコのミディアム表記になります。グレーボディの赤ラバーで、インディアナユニバーシティアーチもすごくいい雰囲気ですね。ひび割れも出てきているところかなと思います。全体的にコンディション見て、特にダメージっていうダメージは見られないですかね。全体的にコンディションいいと思います。こちらの方、ミディアムなので僕がもうだいぶぴったり着れるサイズ感になります。こちらの方でお値段が15800円に消費税です。続いてフィッシャーマンですね。タグがこちらになります。サイズ表記が38ですね。で、アイボリーの、ポップコーンになります。で、バックはこういった感じですね。こちらも全体的にコンディションはすごくいいと思います。特に穴とかも見られないですね。サイズも38で、僕が着ると多分ピタッとするサイズ感になります。こちらの方でお値段が7800円に消費税です。続きまして、パンツですね。こちら505のブラックになります。スーパーブラックですね。サイズ表記、もちろん USA 製です。ジッパーですね。リーバイジップで、もう本当にダメージとかも特に見られないです。で、パッチ表記が3032になります。肩も、オレンジタブもしっかりついてます。こちら実寸がニック33。ちょっと僕には入らないサイズですが、細めの方におすすめです。スーパーブラックですね。こちらの方でお値段19800円に消費税です。続いて、501ビッグイですね。はい。すごくいい色してるかなと思います。で、バックはこういった感じですね。パッチもしっかり残っていて、ちょっと表記こそ読みづらいですが、はい。タブもビッグイしっかりついてます。コンディションなんですけれども、
ちょっと股の部分ですね、こういった感じでダメージがあったところをリペアされたりしてます。ここですね、ここの部分、ヒゲの部分が穴開いちゃったんでしょう、リペアされてます。あとはお尻の部分もちょっとこういった感じでリペアされてますね。ですがしっかりヒゲもあって縦落ちも綺麗に出てます。耳のあたりもしっかり出てますね。でレングスの方もオリジナルです。すごく雰囲気いいビッグイかなと思います。でこちら実寸が3030ですね。僕がちょっと小さいぐらいのサイズ感になります。サイズ入る方にはおすすめの1本ですね。こちらの方でお値段が59,800円に消費税です。続きまして、501WX のギャラですね。表は巻いてこういった感じです。でバックは、こういう感じでパッチこそ、ちょっとかけらが残ってるんですけれども紙パッチついていて、ベルトループがオフセットの、カッパーですね。でなので、ギャラという年代が分かります。で色ですねは、薄くですがひげ出ていて、縦落ちも綺麗に出てます。ところどころももの部分だったり膝の部分こういった感じでリペアされてます。でレングスがオリジナルですね。でバックはこういった感じで、腰の部分のここのステッチの部分ですね、リペアされてます。あとは赤タブの方がちょっと切れちゃってるっていう感じですがちょっと残ってます。で面紙だったので、アーケードは抜けてますね。あとももの部分もこういった感じでリペアが入っております。ですが普通に色いいと思います。薄くですが蜂の巣もありますね。こちら実寸の方が2826です。ちょっと僕には小さいサイズなのですが、お値段かなりお手頃です。女性の、方や小柄な男性に、履いていただければなと思います。こちらの方でお値段が39,800円に消費税です。お手頃ですね。続いて、N3B ですね。はい。こちらタグがこちらになります。サイズ表記がスモールですね。で79年会計ですね。でタグの下にステンシル入るのかっこいいと思います。全体的なコンディションなんですけれどもすごい大きい穴とかっていうのはないんですけれども全体的にこういった感じで薄汚れがあります。で袖の部分にもデニムじゃないんですけどこういった感じで蜂の巣出てたりして、実際本当に使われていたんだろうなって思える、一着なのかなと思います。バックはこういった感じですね。でここ腰の部分にも、ステンシル入ってます。あとはその腕の部分ですねに、こういった感じでこの後の部分が、デニムみたいな感じでちょっとダメージで小穴等はところどころあります。サイズが S 表記ですが、作り大きいので僕でもゆったり着れるサイズ感です。最近スピアックとかの、そのちょっと90年代あたり80年代あたりの N3B とか、結構人気だと思うのでここら辺のオリジナル言っといてもいいのかなと思います。こちらの方でお値段が15,800円に消費税です。続いて、そうですカバーオールのデッドストックになります。はい、こちらの裏地の方についておりますね。サイズ表記が38、当時、2.98 ドル、だいぶ安いです。タグがこちらですね。はい。で襟がダブルステッチで、ボタンの方が小ボタンなので、50年代頃の、カバーオールになります。もうデッドストックでコンディションは言うことなしですね。はい、真っコンコンですしダメージ等も見当たりません。サイズも38なので、僕がちょっとゆったり着れるぐらいのすごくいいサイズ感です。需要一番多いサイズかなと思います。38デッドストックの状態、こちらの方でお値段が69,800円に消費税です。続いて、507WX ですね。パッチが少し残っていてしっかり読み取れます。表記で38ですね。色濃いです。こちらはもちろん両面のものになります。で、色は結構濃いめだかなと思います。僕の今着ているものよりも全然濃いですね。でバックはこういった感じですね。おそらくステッチが入ってたところを一回抜いてるのでちょっと後にはなっております。はい。ですが、全体的なコンディションとして大きいダメージとかもなくまだまだ全然着れるコンディションなのかなと思います。袖の方も穴開いたりしてない、パンクしたりしてないですね。首もパンクしてないです。
サイズ表記38で、僕が多分おそらくジャストもうピッタピタで着れるぐらいのサイズ感になるので、僕より小柄な方に着ていただければなと思います。こちらのセカンドでお値段が35万8000円に消費税です。続きまして、こちらからは森さんの、私物の商品紹介になります。はじめに、こちらですね、バータグのラージ表記で、グレーの霜降りに青の、染み込みでエアフォースアカデミー、バックは、特にプリントないです。ちょっとね、ほんと気になる点で言うと、ちょっとポツポツと染み汚れはありますが、特にダメージとかもなく、まだまだ着れるコンディションです。お探しの方も多いアイテムかなと思います。なかなか最近出ることもないですね。サイズ表記もラージなので着れる方多いんじゃないでしょうか。こちらの方でお値段が29,800円に消費税です。続いて、タグが刺繍タグのミディアム表記のリバースウィーブ目付きで、こちら状態デッドストックになります。でデッドストックの状態なので、もう裏地ふっかふかですね。でカラー自体もかなり珍しい色かなと思います。でバックはこういった感じですね。もう本当にダメージとかもなく、本当にピンピンの状態です。でサイズ表記ミディアムですが、本当洗いの縮みとかも入ってないので、僕でも全然着れるサイズ感ですね。はい、こちらの方でお値段が25,800円に消費税です。続きまして、こちら単色ですね。青タンのサイズ表記ラージになります。 NAAA ナーバルアカデミーアスレティックアソシエーションですね。でこのアーチもすごくいいですし、このカプセルもすごくいいと思います。ちょっと状態のところです言うと、ここのハトメの部分が、おそらく取られてしまっていて、穴開いていたところ、森さんが、こことここですね、ここの方にも、リペア入っております。綺麗に、すごく綺麗にリペアされてますね。それ以外は特にダメージとかもなく、リブのスレとかもなく、状態はすごくいいと思います。サイズもラージなので着れる方多いんじゃないでしょうか。僕でも余裕で着れます。こちらの方でお値段が49,800円に消費税です。続いてこちらも単色ですね。赤単のミディアム表記で、ボディも赤ですが、もうすごく退色していて、ちょっとピンクがかってます。ちょっと退色しているので、ちょっとツートンっぽくもなってますね。であとは雰囲気、もうこのダメージ具合ですね。袖の方も最高だと思います。プリントも最高です。このひび割れで、しかもウィングフットナンバーも1です。でバックはこういった感じです。全体的にフェードしていてもすごく雰囲気出てるかなと思います。サイズ表記ミディアムですが、作り大きめなのかなと思います。僕でも着れるサイズ感ですね。こちらの方でお値段が29,800円に消費税です。続いてヴィンテージセットです。タグは取れてしまっておりますが、60年代頃のヴィンテージセットでイエールのネイビー染み込みになります。バックはこういった感じですね。ところどころ焼けがあるんですけれども、ここら辺はちょっとヴィンテージセットなのでということです。お願いします。でもコンディション的には本当にダメージとかもなく、状態はすごくいいのかなと思います。サイズも大きいですね。ラージぐらいのほとんど縮みなしっていう感じの、実寸だと思います。僕でも着れるサイズ感です。お探しの方多いと思います。こちらの方でお値段が39,800円に消費税です。続きましてこちらもヴィンテージセットの、ダブルフェイスですね。ダブルフェイスの、ものになっております。タグこそちょっとついてないんですけれども、このポケットですね、このスラッシュポケットかなり珍しいかなと思います。通常のポケットじゃなくてドラポケとかセパポケとかもありますが、このタイプのポケットはなかなかないのかなと思います。中でつながってますね。肩の部分にちょっと1点ダメージがあるんですけれども、この辺はもう簡単にリペアできますので、はい、特に問題はないかなと思います。全体的にね、フェードした雰囲気もかなりいいかなと思います。でそしてサイズですね。サイズもしっかり大きいです。僕でも全然着れるいいサイズ感になってます。こちらのヴィンテージセットのパーカーで、お値段が59,800円に消費税です。続いてスヌーピーです。タグもしっかりついております。 XL 表記の
赤ボディで踊ってるスヌーピーになります。ちょっとここら辺にポツポツと、ブリーチ飛びもありますが、ボディのこのフェードした雰囲気と相まってすごく雰囲気出てるかなと思います。でバックプリントはこういった感じです。サイズ感で言うと、スプルースのスウェット自体結構小さめなのでジャストで着る方が多いと思います。ですが XL ほんとなかなか最近出てこないのが現状です。 M とか S とかはあると思うんですけれども、やっぱ XL じゃないと着れない方っていうのが多いと思うので、サイズも XL までしかないのでお探しの方はぜひこちらの方で。お値段が79,800円に消費税です。続きまして、モヘアですね。こちらちょっとタグは取れてしまっていますが、当時、森さんが買った時はブレントのタグがついていたそうです。でサイズ表記がミディアム表記です。ミディアム表記なんですけども、実寸がほんと L ぐらいあります。僕でも着れるサイズ感ですね。でバッグはこういった感じで、もうカラーはほんとカートが着てたようなカラーに近いかなと思います。はい、コンディションも特にこう穴とかは見られなく、全然まだまだ着れる、コンディションです。でサイズ感も僕が着て、こういった感じのサイズ感ですね。こちらのモヘアカーディガンでお値段が79,800円に消費税です。続きましてジャケット類ですね。こちら70505のコーデュロイ、サイズ表記が、40の、ターコイズになります。タブは、サークルタブですね。レジスターのタブになります。バックはこういった感じです。全体的に特にこうダメージとかもなく、コンディションよくまだまだ着れられるのかなと思います。お探しの方も多いカラーでしょう。サイズも40なので僕でも全然着れるサイズ感になります。いいですね。こちらの方でお値段が49,800円に消費税です。続いてこちらもお探しの方多いと思います。サイズ表記がスモールレギュラーですね。で T パターンの BDU です。でバックはこういった感じですね。はい、こちらも特にこうダメージとかもなく、全然まだまだ着れる状態です。森さんも着てないって言ってましたね。はい。でサイズもスモールレギュラーなので僕がジャストで着れるサイズ感になります。こちらの方でお値段が98,000円に消費税です。続いて、パターのパイルジャケットですね。サイズ表記が L 表記になります。で、こちら全体的なコンディションすごくいいんですけれども、肩の部分にちょっと薄く汚れはあります。でバッグはこういった感じですね。結構コンディション悪いものだとこの生地自体がすごく薄くなっちゃってるんですけれども、まだまだ全然そんな雰囲気はしないです。まだまだ全然着れる、一着ですね。サイズもラージで、しっかり大きく着れるいいサイズ感です。こちらの方でお値段が39,800円に消費税です。続いて、クラシックレトロですね。タグがこちらになります。XL 表記の、USA 製で、こちら年数の方が、00になりますね。 FA00 で、こちらコンディションバッキバキのデッドストックですね。はい、もうふわふわで、もうなかなか、レトレックスとかだとたまにデッドで出てきますが、クラシックレトロのデッドストックもう本当にふわふわです。最高のコンディションだと思います。裏も完璧ですね。肘の潰れもないですし、もうコンディションに関しては文句なしといったところです。サイズも XL なので大きく着たい方にはぜひ、はい、おすすめです。こちらの方でお値段が79,800円に消費税です。続いて、リーのカバーオールコーデュロイですね。タグがこちらになります。コーデュロイのカラーがブラウンですね。でこちら小さいサイズのものが出てくるのが多いと思うんですけれども、大きいサイズ本当なかなか出てこないです。バックはこういった感じで、全体的にコンディションもすごくいいですね。ダメージも特にないです。サイズおそらく、40ぐらいありそうですね。僕でもゆったり着れるいいサイズ感かなと思います。こちらの方でお値段が39,800円に消費税です。続いて、リーバイスのボアジャケットです。タグがこちらになります。サイズ表記が S サイズです。でこちら僕はもう全然本当見たことないぐらいの形なんですけれども、豊さん、ブラウンと、ベージュが、ちょくちょく出るかなって言ってたんですけども、赤は初見らしいです。本当に珍しいと思います。コンディションも本当に良くて、
このボアの状態もいいですし、こうダメージとかも特に見られないです。ポケットの部分にこうボアがついてるのも可愛いですね。はい、ウォーマーポケットみたいな感じで、タブも、ビッグ E しっかりついてます。でこちらサイズが S 表記なんですけれども、逆に M とかだとすごく大きくて、 S 表記僕が着てもちょっとゆったり着れるぐらいのサイズ感なので、結構いろんな、お客様に、着ていただけるのかなと思うので、ぜひこちらの方でお値段が 49,800 円に消費税です。続いて、バグアのソルウェイジッパーですね。完品の状態で、ライナーがワンワラの、ちょっと見づらいんですけれども、内側のタグが2ワラになります。でサイズがおそらく38ぐらいのソルウェイジッパーですね。はい、でライナーもついていて、後ろベルトの方もしっかり残っております。でダメージっていうダメージも特になく、多少の擦れはありますが、あとはですね、オイルのもちょうどいい感じに抜けてって、そこまでこう臭くない感じで着やすいのかなと思います。お探しの方もすごく多いアイテムかと思います。サイズも38なので、僕でもちょうどいい感じに着れる、いいサイズ感です。こちらの方でお値段が 79,800 円に消費税です。あと忘れてたんですけど、ジッパーは棒ジップの YKK ですね。すいません、79,800 円に消費税です。続きまして、70年代頃のルイスレザーの、サイクロンの紹介になります。サイズ表記が38ですね。で、合わせがレディース合わせになります。であとはですね、ここのバックルの部分、この平たくてこの薄くちょっと作りがチープっぽいような、このバックルはもう一目で、古い、ルイスだなって分かりますね。あとは、ロンジャンらしく、アメジャンとかと違ってアームもすごく細くて、ジャストで着て、かっこいい一枚なのかなと思います。あとはですね、こうヴィンテージの、ルイスらしく、こういったレザーのこう当たりって言えばいいんですかねのもすごく雰囲気抜群かなと思います。レディースの38なのでちょっと僕には、サイズ合わないんですけれども、本当サイズ合う方、ジャストで着れる方に本当におすすめの一着かなと思います。本当にかっこいいと思います。こちらの方でお値段が228,000円に消費税です。続きまして80年代のノースフェイスのブルックスレンジですね。タグがこちらの茶タグで、サイズ表記が S 表記です。こちらは後期型のタイプで、ここのマジックテープの部分が丸じゃなくてスクエアのタイプになります。フードも当時別売りだったんですが、こちらついております。完品ですね。で程度ですね、ほんとスレとかも特になく、ダウンもほんとパンパンです。バッキバキのコンディションですね。なかなかこのコンディションで完品で出てくることはまずないのかなと思います。サイズも S です。 S ですが、僕でも全然着れるサイズになっております。はい、お探しだった方はぜひこちらの方でお値段が98,000円に消費税です。続きまして、サーティーズのカバーオールですね。タグは取れてしまってます。はい。でトップボタンもちょっと欠損していますが、チェンジボタンですね。はい、チェンジです。でこちら、ボタンの方が機関車のボタン使っております。一番下だけちょっと違うボタンが使われてますね。ユニオンロックフォード。バックはこういった感じで、もう色の縦落ちの具合とかもすごい綺麗に色落ちてます。袖の部分がですね、ちょっとこういった感じで、当時ですね、おそらく当時、上げられちゃっていたもので当たりとかも出てます。ちょっと邪魔だったのかなと思います。はい。サイズで言うとおそらくこちらも38ぐらいかなと思います。僕でもちょうどよく、着れるいいサイズのカバーオールかなと思います。なかなか最近見ないですね、チェンジのカバーオール。こちらの方でお値段が298,000円に消費税です。続いてこちらもチェンジボタンですね。タグがこちらのブランドになります。でしかも変形です。変形の、チェンジボタンですね。こちらも先ほどのものと同じ年代頃のものです。コンディションで言うと、全体的にこういった感じで、オイル染みやちょっとこういった焼け等はあります。あとはバッグもこういった感じでちょっと薄汚れ等ありますが、すごく雰囲気いいと思います。袖の方もこういった感じで蜂の巣、当たり出てますね。ペンキ等飛んでいて、袖口の部分が
しっかりリペアされております。森さんが気になる箇所はリペアしてあるって言っていたので、しっかり森さんがリペアして綺麗に直されております。サイズもすごくいいですね。おそらく36ぐらいのサイズ感で、着れる方多いんじゃないかなと思います。なかなか出てこないサイズです。こちらの方でお値段が39万8000円に消費税です。チェンジの、変形です。続きましてこちらロングホーンのリーバイスのデニムウエスタンシャツになります。僕、ベルベル入って3年半ぐらいなんですけども初めて見ました。豊さんも20年働いていて、5枚ぐらいしか入ってきたことないっていう相当レアだと思います。色の雰囲気も縦落ちすごい綺麗に出ていて雰囲気抜群です。バックはこういった感じですね。はい、ところどころこういった感じでリペアでしっかり森さんが直しております。はい、雰囲気は抜群ですね。サイズもおそらく15ハーフぐらいあるので僕でも全然余裕持って着れるサイズ感かなと思います。お探しだった方にはぜひこちらの方でお値段が35万円に消費税です。